かなり自分の DNA に刻み込まれたかなっていうふうに思ってますね。ここぞっていう時に頑張れないんだよなみたいな人にはすごく刺さる言葉なんじゃないのかなっていうふうに思ってて、自分の今置かれてる状況を精一杯生きろっていうメッセージなのかなっていうふうに思います。どうも格闘家の三上ヘンリー大地です。今回はバガボンドの名台詞参戦ということでやっていきたいと思いますけれども、はい、はい、そうですね。先駆け男塾バガボンドベルセルクはかなり自分の DNA に刻み込まれたかなというふうに思ってますね。その名台詞参戦っていうのもね、ちょっとなんか全部いいだろみたいな感じを思っちゃうんですよね。バガボンド全部いいだろって。だからすごいこう保険をかけておきますけど、私好きなだけで別にオタクとかバガボンドマニアっていうわけではないんで、そこだけちょっとご了承いただければ。めちゃくちゃ好きなんですけどね。はい。第1戦目はヌターンですね。ヌターン。バガボンドっていうのがどういう漫画なのかをちょっと説明をすると、吉川英治さんが宮本武蔵を原作にした漫画で、かの有名なね宮本武蔵の人生を描いていくっていうようなお話なんですけれども、その宮本武蔵の代表的な決闘の中でもその吉岡三兄弟との決闘とか、巌流島とかね、いろいろなお話があるんです。その中でも吉岡清十郎ですね、吉岡兄弟の中の長男ですね、清十郎を倒した時に武蔵が放った言葉というか、武蔵の中の心でつぶやいた言葉というのがヌターンなんですよね。どういう意味かというとですね、武蔵はその時どうやれば吉岡清十郎を倒せるかっていうふうにすごい試行錯誤をしていった中で気づいたんですよ。刀はザッと振るんじゃなくてヌターンと振るんだなっていうのに武蔵は気づいて、でその感覚でもって吉岡清十郎を切ったんですよね。でこれすごい大事だなと思ってて、一見力まなければいけないようなことっていうのは実は脱力をした方がうまくいくみたいないうふうに私は捉えて、このヌターンっていうこの間の抜けたこの言葉もすごいちょうどよくて、ヌーンじゃなくてヌターンなのがいいんですよね。そのヌーンだとあまりにも抜けすぎて切れる感じないじゃないですか。でもヌターンだとなんかちょっとタが入ることによってちょっとクイッみたいなクイッみたいな感覚、語彙で説明するのはなかなか難しいんですけれども、脱力が大事だよみたいなのをすごい的確に表した言葉なのかなというふうに思いましたね。ヌターンに至るまでもいろいろあるんですけど、それはぜひ漫画を読んで皆さんにご覧になっていただきたいなというふうに思います。2つ目、これはですねまた八のおばばですねが言ったセリフでして、強い人なんておらん、強くあろうとする人おるのはそれだけじゃという、セリフですね。このセリフいいよね。これいいよね。バガボンドにはですね、宮本武蔵竹蔵ですね、竹蔵とあと幼なじみというか小さい頃からの悪友で又八っていうのがいるんですけど、この竹蔵と又八がいて、簡単に言うと竹蔵は強い主人公ですごい強いやつで、自分の道にひたむきに邁進してるという形で、又八ってのは竹蔵を見てなんか憧れはあるんだけれども、自分は竹蔵にはなりきれないというか、どうしようもないやつで、でもそれでも何者かにはなりたいみたいな感じで思いながらも、ここぞっていう時には楽な方を選択しちゃうみたいな。竹蔵を見ながら又八はちょっとね自分自身に自信が持てなくなっていくんですね。でその中で又八のお母さんですね、あれは本遺伝のおばばがいるんですけれども、おばばっていう人がいて、そいつがね結構もうちっちゃい頃から武蔵を割と毛嫌いしてたんですよね。ずっと漫画読んでいくと、このババマジうぜえなみたいな、こいつもう嫌いみたいな風になる読者がすごい多かったんですけども、21巻とかっけ22巻何巻か忘れたんですけど、このおばばの死期が訪れるんですよね。そろそろわしは死ぬみたいな時になった時に、又八がそのおばばの隣で見守っているような状態なんですけど、そこでおばばがその死の間際にこのセリフを言うんですよね。強い人なんておらん、強くあろうとする人おるのはそれだけじゃん。
これはやっぱまた8に向けて言った言葉であって、また8を勇気づける言葉にもなったんですけど、この前後にねいろいろこうおばばは名言を連発してて、それも含めて皆さんにぜひ読んでほしいんですけども、この言葉は現代のここぞっていう時に頑張れないんだよなみたいな人にはすごく刺さる言葉なんじゃないのかなというふうに思ってて、成功してる人とか輝いてる人を見て、あの人たちはすごいなって、俺はこんなんで全然ダメだみたいな風に思ってるのかもしれないけど、でもその人たちも見えてないところではすごい苦労したりとか、自分自身との葛藤があったりするわけで、たまたま光が当たってるところを見てみんなはそこを羨ましがってるけど、影の部分も非常に大きいものがあって、そこの部分を語らずに強さっていうものは語れないっていうように私は思うんですよね。でこの言葉はやっぱそれをそのままこう表してて、生まれながらにして強い人は一人もいないと、こう強くなろう強くなろうとこう頑張ってる人がいるっていうのはこの世の中なんだよっていうのはもう本当まさしくその通りだなって思って、だから人に対してね嫉妬したり人を羨ましがったりそういうことではなくて、昨日の自分に比べて今日の自分が少しでもこう前進できればみたいなことにこうフォーカスをしていく必要があるのかなっていうのを、この言葉を思い出すたびに私はすごい頭の中で思いますね。昨日よりも今日だなって、今日よりも明日だなっていうふうに思います。はい、3戦目ラストですね。ラストは、闇を知らぬ者に光もまたない、闇を抱えて生きろ、やがて光も見えるぞと。これは沢庵和尚ですね。竹蔵がどうしようもなかった頃に沢庵和尚っていうその村の和尚がいて、そいつが竹蔵が悪ガキだった頃に、しつけてたんですね。で竹蔵の師匠でもないんだけれども人生に道を示してくれるような存在がこの沢庵和尚なんですね。自分があまりにも人を殺しているっていうことに対して武蔵は悩んでたんでしたっけ、この時期。そうでしたっけ、それで合ってます？確かそうですよね。そんな感じのニュアンスの相談をしてた時にこの和尚が言った言葉はこれなんですね。闇を知らぬ者に光もまたない、闇を抱えて生きろ、やがて光も見えるぞと。これは悪いことを武蔵は悪いことをしているっていうふうに自分自身は思ってて、これは極端にね人殺しをしてる武蔵の闇っていうふうに漫画では描かれてるんですけど、これって人生の他のことにも置き換えられるのかなっていうふうに思ってて、お金を稼ぐっていうことに関して言ってもそうなんですけど、自分が本当にやりたいこととお金が生まれることって別だったりするんですよね。お金が得られる方向のことばっかりやってて、お金は得られても自分自身は充実感がないなみたいな風に思う人もいるとは思うんですけど、そのメンタリティのまんまやってるとお金は得られるんだけど中途半端な状態で本当にやりたいこともできないような状態になっちゃうんですね。だったら一旦こっちは諦めて、もうお金をとにかくひたすらもう稼ぐっていう方向にシフトしてあげると、そこをすごい頑張ることによってどっかのタイミングで自分のやりたいことにつながる場面が出てきたりとかすることだってあると思うんですよ。私は逆に格闘技の方を選んで、お金は置いといて格闘技の方を選んで、もう貧乏でもいいから格闘技やろうと思ってやってたんですよね。でもうひたむきに格闘技頑張ってやってって、でそしたら私がその頑張ってる姿勢に対してすごい応援しようっていうような人が周りにすごい増えて、結果的に格闘技である程度生活できるようになったわけなんですよね。でそれはもしかしたら逆でも良かったと思うんですよ。すごい格闘技一回諦めて、じゃあ普通にサラリーマンでとにかく働いてみよう、もしかしたら格闘技がまたできる機会があったのかもしれない。そこはちょっとわからないんですけど、自分が今進んでる方向をとにかく突き詰めてあげろっていうことだと思うんですよ。わかりやすく図で説明しようかな。これが光でこれが闇じゃないですか。こういうふうに思ってる人がいるんですよ。こっちかこっちかみたいな、どっちかにしか行けないみたいなふうに思ってる人いるんですけど、実はこうじゃなくてこうなんじゃないのかなと思うんですよね。だからどっちかの方向に突き進んでいけばどっちかが見えてくるみたいな。このスタート地点がここだとして、とりあえず闇の方向に行きますね。すごい闇です。もうどうしようもなく闇、自分のやりたいことなんか何もできてないみたいな状態になったとしても、これが通り過ぎれば今度はね
こう光に今度向かって走っていけるわけなんですよ。結局はこういうことなんじゃないかなと思ってて、自分が今やってることに対して疑問を持ったりとかいう風になりがちですけど、その前にやるべきことを全力でやってみたらどうなのかなっていうのを、この言葉にはすごい感じますね。私は闇を抱えて生きろ、やがて光も見えるっていうのは、本当に自分の今置かれてる状況を精一杯生きろっていうメッセージなのかなっていうふうに思います。自分のやってることに対してたまに自分自身も疑問に思ったりとかね、このままでいいのかなとかいうのはふとした瞬間に思ったりとかすることもあるんですけど、その度にこの言葉を思い出して、あ、俺は今やってることを突き詰めた結果今の俺があるから、これをずっと続けていけばもっとより良い未来が訪れることになるんじゃないのかなって。だったら今やってること頑張ろうみたいないうふうに思うことがあるんで、この言葉はすごい好きです。はい、ということで今日はバガボンドの名言名台詞3選でした。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。バガボンドいろんな名言がありますから、ぜひ皆さん直接手に取ってね、井上武彦先生のメッセージをね、ぜひ皆さん受け取っていただけたらなというふうに思います。